皆さんこんにちは、朝日です。大ピンチです。今ここはギニアビサウの首都ビサウなんですけど、ここでなんとノートパソコンが盗まれましたということが金曜日にありまして、今日は日曜日です。実はノートパソコン見つかりましたちょっとこれの全貌、いろんなことが絡み合って複雑なんですけど、なるべく簡潔に説明したいと思います。今いるこの場所は事件が起きた現場なんです。ここに自転車を置いて、これね、後ろのこれがバーのカウンターというか、お酒が冷やしてあったり保管してある場所です。お金とかコンセントもこの中に入ってます。ここにテーブル椅子が出て、ここで飲んでたっていうのが金曜日にありました。でバーは大抵こういう電気があるんですね。ギニアビサウっていうのはカフェとかもあんまないですし、そもそも家に電気がないっていうのが当たり前で、こういう場所で休憩させてもらうときは結構充電をお願いすることがあるんです。それでここもコンセントあるやんってことで、モバイルバッテリー小と大と2つのモバイルバッテリーの充電をお願いしました。そしたら、このバースタッフディオという名前です。この人も重要人物、ディオっていう男が、それだったらこの中で安全に充電できるから預けていいよっていうことでね、アダプターとモバイルバッテリー大小を預けました。そしてこのスペースで座って飲んでたっていう感じです。そこから1時間経ったか経たないかぐらいで、ここにいたお客さんの一人、マルティーンっていう男がいるんですよ。このマルティーンがですね、お腹空いてきたし、うちでご飯食べようぜみたいな感じで誘ってきました。歩いて2分の距離なんですけど、一応自転車持っていこうかということになりまして、だったら預けてるモバイルバッテリーもピックアップしていきたいと僕は言ったんですけど、マルティーンがですね、ここは安全だから、この中だから大丈夫だということで、そうか、スマホ預けてるわけでもないし、大丈夫かと信じてモバイルバッテリーはここに置いて、自転車を持って、外に出て行ったという感じですね。その流れでマルティンがうちで泊まるかいっていう話をしてきたんですよ。で、実はその時の状況が、まさかビサウでもう一泊すると思ってなくて、寝床をどうしようか結構悩んでたんで、その提案を受け入れまして、マルティンの家に自転車を保管させてもらって、シャワーを浴びたりとかしてたっていうのが午後3時4時ぐらいのことですね。でモバイルバッテリーを取りに来たんですけど、その時にね、店の前あたりですかね、マルティンの家に泊まるのは危ないからやめとけってここにいた一人が言ってきて、実はそんな気もしてて、なんかマルティンちょっと変やなみたいな。それでですね、まずモバイルバッテリー云々よりも先にマルティンの家に行って自転車を取りました。そして自転車を持ってバーに戻ってきて、あとはモバイルバッテリーピックアップして宿の方向に向けてここを離れればいいっていう状況です。でディオ、ここで働いてるディオにモバイルバッテリーじゃあそろそろ返してと言うとですね、なんと大小2つ預けてるんですけど、大の方がないよって話されたんですよ。おいおいおいと、なんでやねん、中安全やって言ったやん、なんで大のバッテリーないねんってことで、中入ってみると本当ないんですよ。でここを管理してたディオは、マルティンが取りに来たとか、マルティンの友達が取りに来たとか、なんか一回マルティンの家に戻ってバッテリーを探しに行ったらって言われたんですよ、ディオから。そうかもしれんなと、もしかしたらそういう風にされてたのかもしれないっていうので、マルティンの家に戻ってバッテリーを探しに行きました。往復して5分、ここに自転車は置きっぱなしでしたね。でもちろんマルティンの家にモバイルバッテリーなくて、なかったよと、絶対このバッテリーはこのバーの中にあるはずっていうことで、もう一回中入って探させてくれって言うと、今度ディオがそれはできないって言うんですよ。この中はないって言ったやん、もうないってことで探したからもう見ても無駄みたいな感じでめっちゃ断固拒否するんですよ。いや絶対この中にあるってもう確信して、いやもう入らせろ言ってたんですけど、結局それもなんかちょっと口論になってて、で言語がそもそもポルトガル語僕できないってことで、そんな感じで
バトルしてたら20人ぐらいここに人が集まってて、その中の一人が英語できる人で、ちょっと英語できる人で、この人はジョンって言うんですけど、このジョンがですね間立ってくれて、ディオに交渉してくれて、で30分ぐらいしてやっとディオが折れて、僕が中に入って、このカウンターの中の奥の棚の下の書類が雑に置かれてる中の隙間にモバイルバッテリー隠されてたんですよ。でそれでほらあるやんっていう感じでほら見つけて、僕とジョンは喜んでハグして、やったー見つけたみたいな感じで、さあ離れよう、もうこんなところは一刻も早く離れようということで自転車を取り、ここを離れました。その時時刻は午後7時を回ってて、もう外は真っ暗です。ギニアビサは電気ないのが当たり前で、街灯もほぼないんで、その日没するとめっちゃ暗いんですよ。本当車のライトぐらいしか明かりないぐらい本当暗いです。でそんなんでちょっととりあえず一回離れて、カバンの中もう一回チェックしようみたいな話をジョンとしてて、でプラスジョンがもし俺のこと信用してくれるんやったら、俺の家に今晩泊まってもいいよということで、そこで提案されたんで、ジョンだったら信用できるかなってことで、そのジョンの家に泊まりに行きました。結果ジョンはただただいいやつでした。夜9時ぐらいですかね、ジョンの家に着いた時、いよいよカバンを上げて中身見てみましょうって言って見てみたら、そこでノートパソコンがないっていうことを分かったんです。もう絶望ですね。再び絶望。うわやってしまった。動画編集できるスペックのノートパソコン買い直しとなれば20万円ちょっとの出費がこれからいるんか。いやしかしそんなスペックのパソコンをここでは買えないし、動画投稿できないんで、旅の資金を得る方法が1個減ったな、これはきついなっていうので、いや結構ほんま寝れなかったですね。でもとにかくその朝になって、朝8時ですね、そのジョンの提案で一回警察署に行って、このことを届けを出そうということで一緒に行ってもらったんです。でその交番ではそういう届けとかそういうのは出せない。これ町の最大の交番じゃない、警察署じゃないとその届けを受理してくれないってことで、そこまで歩いて30分ぐらいかかるんですけど、歩いて行って、僕は自転車を押して行って、なぜならこの地区は危ないってことでジョンが言うんですよ。その自転車を持って行って警察署にとりあえず保管してもらった方が、ちょっとこの問題解決する間はそうした方がいいってことで、それに従って自転車を持って歩いて30分警察署に着きました。そして約250円ぐらいお金かかるんですけど、被害届というよりも犯罪調査書と呼ばれるものを作成しました。そこに証拠はないけどディオなんじゃないかっていうことで、容疑者疑わしい人はディオっていう風にその書類に書いたんです。でその書類があるとディオは警察署に行かなければならなくなるらしいんですよ。ただそれは警察が、探し出すんじゃなくて自分たちで連れてこいよっていう話だったんですね。でその犯罪調査書を持って、このエリア、この地区に戻ってきて、実はここでとんでもない助っ人が現れるんです。この人が僕がビジャゴス諸島に行く時にお世話になったチケット売りのおっちゃんなんですけど、名前はイスマイルって言います。この人はもう本当に神様です。このイスマイルがですね、おい、オランゴ島には行けたかということを言ってきたんですよ。なぜなら僕はオランゴ島に行きたくてビサウに長居してるんです。この町でオランゴ島に行く船がやっと見つかったんですよ。それが今日だと思ったら明日ってなって、それで途方に暮れてこのバーに行き着いたっていうのがその流れとしてあるんですね。だからオランゴ島に行けたかと、要は事件があった翌日の朝ですから、本当はその時間にボートが出発する時間なんです。でも盗難被害に遭ってるんでボートなんて乗ってられる状況じゃないってことで、そのボート断ったんですよ。でそういう話をイスマイルにするとマジかってなって、イスマイル英語できますから、現地のビサウ人なんですけど英語ペラペラなんですよ。助けに行くよって言ってここまで来てくれたんです、イスマイルが。で、マルティンとか、そのジョンとかを紹介して、こうでって言うと、イスマイルは一言、いやこの人たちは全員怪しいと言ってましたね。で、結局ですね、そのイスマイルが仲介してくれたことによって、もう一回警察署に行くぞと、イスマイルのお助けによって、警察署で、全部話をつけました。
でそしたら、とにかく一回ディオを呼び出すべきだなと。僕はその犯罪調査書にディオって書いてますから、ディオを呼び出すべきだなってなって、そのディオにも連絡がついて、でディオは警察署に行くという状況になり、とりあえず一回ランチを食べようって言ってイスマイルとランチを食べに行ったんですよ。ランチを食べてる間にマルティンからイスマイルに電話が入ったんです。マルティンからイスマイルに電話が入り、実はノートパソコンのありかを俺は知っているとマルティンが言ったんですよ。で警察署には行きたくないから、いくらかお金払ったらそれを引き渡す、これでどうだって言われたんです。提示された金額は15,000セーファーフランで約4000円ぐらいですかね。全然いいよと。4000円でこの問題解決するなら新しいパソコン買えるよりも全然マシなんで、それで納得してハッピーな美味しい昼食を取ったんですね、イスマイルと一緒に。イスマイルすごいなと、やったな俺たちやったなみたいな感じだったんですよ。でご飯食べてマルティンに会うためにここに直行してきました。イスマイルと一緒にここに着いてマルティンに会った。さあ15,000セーファーフラン払います、お金出しました。ちょっと待ってよと。まずはラップトップノートパソコンを出してもらって現物確認してからお金を払います。ただお金はここにあるから嘘ではないよってこっちは言ったんですね。そしたらマルティンがじゃあ来い来いって言って連れて行くんですけど、なんかあっち行ったりこっち行ったり、いつまで経ってもノートパソコンの場所に行かないんですよ。お前話と違うやんけってそのイスマイルが言い出してね。で結局なんかマルティンの友達が僕の自転車からノートパソコンを盗んでたんですね。でその友達、マルティンの友達はその時間帯にそこにいなかったらしいんですけど、なんかマルティンもあんまりその喋ってることが支離滅裂な時もありまして、そういうのがあってマルティンの家で泊まるのをやめたっていうのがあるんですけど、はい、その支離滅裂な話でイスマイルもちょっと俺たちはそんなに時間を無駄にしたくないんだって話して、もうこうやって時間を潰させてノートパソコンのありかに行かないんだったらあなたが警察署に出頭しなさいってことでイスマイルが言って、でマルティンも同意して、マルティン、イスマイル、僕でタクシーに乗って警察署に行きました。で、マルティンは、その一旦逮捕みたいな感じでしたね。勾留されて、結局マルティンがその友達だったりその状況を全部言ったと思うんですよ。で警察が僕たちの部屋に来て、とりあえず状況は全部つかめて犯人も分かってパソコンも取り返せそうみたいなことを警察が言って、ただ、今すぐじゃないっていうことだったんで、また取り返すことができたら電話するということになったんです。それが昨日の夜6時ぐらいですかね、夕方6時ぐらいでしたね。で、これがなんか発展途上国だなって感じたんですけど、警察に言われたのはその代わり警察がそういう風にあなたの問題解決に手伝ってあげるから、そのためにはいくらかお金が必要ですよって言われて、最初に言われたのは2万セーファーフラン、つまり5000円くらいですけど、いやマジかってなって、イスマイルがねそれ値切り交渉してくれて15,000セーファーフラン、4000円ですね。これでその警察支払ってノートパソコンを返すということを約束してくれたんですけど、もうほんまかいなと、それほんま帰ってくんのかいっていう感じで昨日は思ってましたね。そこで、イスマイルの家に泊めさせてもらえるということになりまして、その日は、イスマイルの家に行きました。でご飯を食べて夜10時ぐらい警察からメッセージ来て、これがあなたのラップトップじゃないかと、ノートパソコンはこれあなたのじゃないかっていうメッセージが来て、そうですよということで本当にそれ見つけ出してくれてたんですよ。ただノートパソコンのバッグとか、イヤホンとか SD カードリーダーとかそういうアクセサリー類はなくて、なんで中身だけやねんってなったんですけど、とりあえず一番被害額が大きい20万円超えの出費は防げたなってホッとしました。で10時に警察署にもう一回行くっていうのはもう遅すぎるんで、翌日の朝8時、つまり今日ですね、朝8時警察署に行ってノートパソコンを受け取ることができました。で、本当はそのノートパソコンは
ケースに入ってて、そのケースのポケットにはこういうものが入ってますっていうことで8個ぐらいのアクセサリーを申告したんです。それがまだその犯人の家にあるのか、とりあえずまだここには戻ってきてないっていう状況らしくて、で今日日曜日っていうのでね、警察は動かないらしいんですよはい。で、今その戻ってきてないアイテムを待ってるという状況ですね。はい、長々と話してしまいましたが、結局ですね、このバーで起きた盗難品は2つあります。1つはモバイルバッテリー、それは自力で見つけ出しました。これの犯人はこのバースタッフのディオ。もう1個はノートパソコン。これはいつ盗まれたのかという推測ですけども、マルティンの家に自転車を持って行って、ご飯を食べたりシャワーを浴びたりしてる間の 1,2 時間の間に、マルティンの友達が結構この辺の文化って勝手に家に入ってくるんですよ。そう、人の家に勝手に入ってきたりするのが、庶民では結構あるあるで、ある程度ハイクラスになるとそんなのないんですけど、庶民では結構そういうのあるんですね。でそうやって入ってきた誰かが盗んだんじゃないかという、予想です。とりあえずこれが全貌です。全然簡潔に喋れてない気がするけど、この件から学べることはやっぱり、ここは西アフリカだなということで、いい人もいれば悪い人もいる。僕みたいなアジア人、白人がいれば、たとえこうやって自転車で一生懸命旅してるように見えても関係ないですね。カモネギ状態というか、お金持ってきてくれたみたいな感じで、なんか盗んでやろうかなっていう風に企む人は、特に大都市首都には一定数いるなっていうのが、当たり前のこと言ってますけど、これを改めて実感しました。今後より気を引き締めて旅を続けていこうと思います。長々とした話を聞いていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。さよなら。